皆さんこんにちは、あきです。はい、年末いかがお過ごしでしょうか。メキシコはあんまり寒くもなく、全然年末感もありませんが、なんとか元気に生きています。この度ですね、私、2025年1月から YouTube のメンバーシップを活用してオンラインレッスンを開始することにしました。イエーイ。ありがたいことにある一定のとってもニッチな方々からレッスンをしてほしいというご要望をちょこちょこいただいておりまして、どうにか実現できないかなとずっと考えてました。もう正直この YouTube チャンネルって一応収益化してますけど全然赤字だしなんかこう本当に私のダンスに人生を助けてもらったので、ハウスダンスへの恩返しとしてやってるチャンネルなんですけど、そういうお声があるならやってみたいなっていうのはずっと考えていました。ただ個人としてはインストラクターとして不向きなのはとっても理解をしているので、自分が皆さんにお役に立てることってなんだろうなっていうのをずっと考えていました。その中で、ちょっとこういう形だったらできるかなっていうのをちょっと試してみたくて、先日トライアルでレッスンご協力をお願いしたりもしましたけど、ご協力いただいた皆さんありがとうございました。いろいろ考えた結果、大きく3つの柱でやっていこうと思っています。で、まず1つ目はマンスリーレッスンで、約1分間の振り付けのレクチャーで、もう1つは、リアルな個人練のメニュー、そして3つ目は今私が取り組んでいることのシェアです。少し詳しく説明していきたいと思います。まず一つ目のマンスリーレッスンなんですけど、私はこれまでほとんどコレオグラフィーのレッスンやってこなかったんですけど、振り付けをベースにレッスンをしていこうと思っています。私がよくご相談いただく中で、近くにハウスダンスのクラスがなくて困ってますみたいな話もあったりするんですよね。で、自分も海外に引っ越してみて、ちょっと地方に住んだりもしているので、環境がなかなか満足いかないっていうのはよくあることだなっていうふうに共感しています。なので、そんな環境の人にもぜひハウスダンスを楽しんでほしいなっていうふうに思っています。あと、振り付けって結構その人の価値観を表すと思うので、本当に人によって全然違うと思ってるんですよ。なので、私の振り付けが決して綺麗なものではないので、大変おこがましい気持ちはあるんですけれども、ちょっと自分の価値観の共有っていう形にもなったりして、そういう表現もあるんだな、みたいなきっかけになれば嬉しいなっていうふうにも思っています。で、あとは、振り付けが踊れるようになるイコール、ちょっとした成功体験みたいなものにもなると思うので、やっぱりね、しんどいじゃないですか。正解のないものの追求ですから、何に向かって進んでるのかわからなくなることって自分もよくあったので、一個ね、用意された課題みたいな形で取り組んでもらえたら、一つ継続する明確な目的にもなるのかなと思ったので、そういった意味でコレオグラフィーを月1レッスンしていきたいと思っています。続きまして、2つ目のリアルな個人メニューの共有というところで、私のハウスダンスの習得の方法ってあんまり一般的じゃないと思ってるんですよ。初めの半年間は定期的にレッスン通っていろいろ教えてもらって、でも結局途中でね、私コピーする力が結構強いので、先生の個性も真似し始めていたので、これはあんまり通いすぎたらあかんなっていうので、レッスンに通うのをやめて、そっからずっとクラブで諸先輩方と踊り合ったりしながら、あとはコンテストとかバトルとかに出ながら、今のスタイルに至ったっていうような形なんですけど、とはいえ適当にクラブで踊ってたらダンスが上手くなりましたとは言えなくて、一人黙々と何時間も練習して反省会して、でまた挑戦してみたいな、そんな繰り返しをしてきた結果、今の形にたどり着いたみたいなイメージなので、もう誰よりも練習してやろうとか、みんなが寝ている間も練習しようとか、そんな感じで徹夜で練習していた時期も結構あったので、とか言ってますけど、すごい練習大好きみたいに聞こえるかもしれないんですけど、正直あんまり練習は好きじゃないんです。
しんどいとすぐ嫌になるし、集中力もあんまりないし、だからこそ継続できるためにどうしたらいいかっていうのには、すごく時間を使っていろいろ考えてやってきたので、今の形に至っている練習方法とか、トレーニングとかをシェアしていきたいと思います。なので、一つ一つはそんなに長い時間じゃないので、10分15分でできるものですから、お忙しい人にとってもチャレンジしやすい内容になっているかと思います。はい。3つ目が、今の取り組みのシェアということで、私自身がすごく生きる上で最も大切にしているのが経験っていう風に思ってるんですけど、新しい経験って必ず発見があって面白いんですよね。なんかすごく身近な話で言うと、新しいカフェに行ってみるとか、あと歩いたことない道歩いてみるとか、ちょっと高級なものを買ってみるとか、なんかそういう小さなことですけど、それぞれに発見があると思ってます。不思議なことに経験にフォーカスしていると嫌な思いも勉強になったな、嫌な経験したとしても勉強になったなみたいな形で結構ポジティブに捉えられるので、そういう意味でもメリットがあるなと思ってそういう風に考えるようにしてるんですけど、ダンスも同じで、新しい人のレッスン受けてみるとか、例えば芸術鑑賞を見に行くとか、あとバレエのトレーニングを試してみるとか、そんな形でいろんなことを取り入れたりしています。いろんな経験が一見ダンスに関係ないって思うことでも、私は割とダンスとかに落とし込んだりして、いろいろ点と点を線にしていくのが好きなので、そういう取り組みとかもシェアしていけたらなというふうに思っています。私もまだまだ修行の身ですし、人として成長しないといけないなと思ってるので、できれば私もこういう発見がありましたとかいう、双方向のコミュニケーションができるような、環境にしたいなというふうに考えています。で、直接会うわけじゃないし、自分も隠れていろいろこそこそやってきたので、そういう意味で今回コミュニティを、コソ連と名付けて、始めていきたいと思っています。有料コミュニティなので、ちょっとお金は発生してしまうんですけど、この入ってくるいただいたお金に関しては、このチャンネルだったり、活動支援金として、使わせていただこうかなっていうふうに思ってます。で、今年はちょっと無理だったんですけど、来年のことで言うと、フォーエバーもう人生1回ぐらい行ってみたいなと思ってますし、もしね、それが実現した時には、ここでシェアもしていきたいと思いますし、それだけじゃなくてね、せっかくメキシコにいるので、南米だったりとか、あとはアメリカとか、このあたりもいろいろと足を運んでみたいなっていうふうにも考えているので、コミュニティの参加に関しては、今日からオープンさせていただいて、動画の投稿は1月から開始させていただきます。月1のレッスンに関しては必ず投稿。その他のちょっとシェアのところに関しては、不定期になりますが、これまでね、結構編集の質とかいろいろ気にしてて、あんまり上げられてないものもあるんですけど、ちょっとコミュニティには、ラフな編集になるかもしれないけど、できるだけタイムリーな情報共有ができるような形で進めていきたいなというふうに考えています。ちょっと新しい挑戦になりますが、ぜひ皆さんも新年から音楽を楽しみつつ、ダンスを楽しみつつ、生活を豊かにしてもらえるきっかけになれば幸いです。それでは、ぜひ、コソ連でお会いしましょう。ありがとうございました。良いお年を。